おはようございます。中国を鉄道で横断する旅も12日目になりました。僕は今チベットのラサにいます。チベットも今とても寒くてですね、マイナス7度です。ただもう4日目になるとなんていうか、このすごい空気が薄いのも、あとは、この厳しい気候もなんとなく慣れてきますね。人間なんでも慣れだなというふうに感じます。チベットは4日目なんですけど、もう残念なことにこれで名残惜しいですが、すごいですねこの肉。これでラサを離れて日本に帰国しようと思います。といってもラサから日本へのダイレクトフライトはないので、今日は深夜まで行って深夜で1泊してから、早朝の便で成田に戻る予定です。向こうが、バルカル広場っていうとても有名なラサの、商店街ですね。でその商店街の近くに僕は何しに来たかと言いますと、盲人アンマっていうのを受けに来ました。日本でもその琵琶法師の時代からそうですけど、目の見えない人って仕事に就きづらいからアンマ師になることって、世界的にありますよね。やっぱりチベットも仏教の国なんで、とてもなんていうか、アンマ師に目が見えない人はアンマ師にするみたいな風潮が日本と同じで歴史的に強いそうです。だからその盲人アンマっていうのがラサすごいいっぱいあるらしいんですけど、驚いたことにですね、 Google マップで検索しても口コミが一件も出てこないんですよ。Google は中国から撤退してるので、しょうがないかなと思いつつも、全く何も出てこないってすごいなと思いまして、それだったら僕が初めての口コミ投稿者になろうかなぐらいの意気込みでですね、バイドゥマップの方で盲人アンマって検索して、それで今から行こうとしてます。盲人アンマ、英語ではブラインドマッサージって言うんですけど、結構盲人アンマで検索するとやっぱいっぱい出てくるんですよね。ここら辺かな。目が見えない人たちが、なんかチベタンマッサージ、チベットの伝統的なマッサージをしてくれる場所なんです。チベットのなんか伝統的なマッサージ、オイルマッサージがあるみたいで、そのマッサージを受けてから、帰国をしようかなと思います。ホテルから一番近い盲人アンマ、これですね。本当だ、盲人アンマって書いてある。ちょっと入ってみます。店じゃない。いや、普通に住宅街ですね。これのどっかに盲人アンマがあるのかな。バナーがもしかしたら盲人アンマのバナーかもしれないですね。そうだ、やっぱそうだ、やってんのかな、そもそも。にハオ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 。にハオ。店は開いてるけど誰もいないですね。どうしようかな。時間的にはもう開いてておかしくないけど、本当にこんなところにアンママッサージあるのかな。あったわ。このバルカルの細い道の奥にアンママッサージありました。ちょっとさっき別のところにも行ってみたんですけど、バイドゥマップに書かれてるところに行ってもないし、そこの近くのお店の人に写真見せても、こんな店はこの辺りにはないみたいなこと言われて、なんかすごいよくわからないですね。でもなんかここにはありますね。入ってみよう。2階かな。
モージーアンマ店は3階って書いてあるのかこれ。ニューヨークに留学している時に漢字が同じだからっていうすごい単純な理由で中国語を1年間だけ履修したんですけど、ほとんど覚えてないですけどやっぱ見るとなんとなく思い出しますね。あでここか、これやってんのかな。你好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 。Oh, can I? Oh, I see. Oh, thank you. Thank you. Okay, okay. いやー、アンママッサージ。アンママッサージじゃないや。アンママッサージって同じこと2回言ってますね。違う。モージンアンマ、ブラインドマッサージ受けてきました。よかったです。いや、それにしても、なんかあんな感じであるんですね。飲食店みたいに1階にあるんじゃなくて、あんな風に、なんか雑居ビルの上の方に奥まったところにあるとは思いませんでした。実は僕は2日前にですね、モージンアンマって、ホテルで受けたんですよ。ガイドの人になんかモージンアンマの話聞いてて、なんかおすすめのところを教えてくださいってことで教えてもらって、そこに電話して来てもらってたんですけど、だから今回受けるの2回目なんですね、実は。でもやっぱりなんかあれですね、ホテルでマッサージ受けるのはもちろんすごいいいんですけど、僕個人としても部屋にいて受けられるから楽ですけど、やっぱこうやってショップに実際来てみるとなんかまた別の違った面白いことがありますね。なんか全然違う風に感じました。でも共通事項としてはなんか粘度が低めの割とすぐ肌に馴染む系のオイルを使ってこう筋に沿って伸ばすようにあんまするのと、親指とかをがっつり入れてこうブル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 なんかバイブレーションさせるんですよね。それでなんかびっくりした。それでなんかすごい柔らかくするみたいな感じでした。これどっちに行けばいいんだ。あっちか。あともう一つ面白かったのが、なんかめちゃくちゃ腹筋をグリ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 マッサージしますね。オイルを腹に塗ってグリグリマッサージしてこうぐる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 腹筋を伸ばされました。あんま日本でマッサージ受けてて、あとはタイとかそういうところでもあんまり腹筋をこうぐりぐりマッサージされることって少ないと思うんで、ちょっと面白かったですね。あとはあれだな、頭とかをマッサージしてくれるんですね。あとそうそう、もう一つはこのグッて入れてブルブルやるんですけど、それと一緒に手とかをブル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 なんかこうやって震わせたり、なんかこうやって震わせながらマッサージさせたりとか、とりあえず振動させるのがチベットの伝統的なマッサージのやり方だったみたいです。今言ったところでチベットのオイルマッサージ受けて150元だから3000円ですね。ホテルに呼んだ時は180元だったんですよ。だから30元ぐらいしか違わないですね。だから別になんかホテル呼ぶとすごいコスパが悪くなるってわけでもないみたいです。さて、ちょっとせっかくラサまで来たのに名残惜しいですが、空港に向かおうかなと思います。
ラサ空港に着きました。すごい綺麗ですね。山が綺麗です。やっぱ高知にある空港って感じですね。市内からはだいたい1時間弱ぐらいですね。そんなに混んでなかったです。高速道路がすごい快適で良かったですね。なんか今日は天気がいいから、すごい山々が綺麗に見えますけど、なんか夕方になるとですね、結構風が強い日が多いそうで、こんな綺麗には見えないかもって言われましたね。ここから、僕は西安にまず向かいます。このチベットコンガ空港っていうんですけれども、インターナショナルフライトはですね、隣国の、ネパールのカトマンズまでしか飛んでませんでして、他全部ドメスティックフライトしかないです。で、日本帰るときは大体ルート的には、成都か西安、もしくは上海経由して帰るのが一般的ですね。で、僕はこれから、中国東方航空の MU2336、4時にここを出て、6時50分に西安の、関陽西安国際空港か、そこに着く予定です。2時間50分ですね。はい、というわけで行ってまいります。さ空港の中入ってきました。中入っちゃえばあれですね、なんか普通に地方の空港って感じで、ちょっとこじんまりした感じです。でもやっぱちょっと自分気が抜けてたなと思ったのが一つありまして、ここに入るまでに僕トランク2回開けさせられたんですよ。トランク2回開けさせられて、中身全部確認させられまして、ちょっとピリッとしましたね。やっぱり僕飛行機って多分ってか人生で100回以上優に乗ってると思うんですけど、トランクを2回も開けて中身全部見られるって初めてですね。ちょっとびっくりしました。やっぱりなんか最後まで気は抜かない方がいいなって思いました。はい。じゃあこれから視野に向かいます。はい。いや、やっと着いた。いや、やられましたわ、これは。いや、深夜に着きまして、ですね、明日朝7時の便だから、もう寝るだけだから安宿でいいやと思って、3000円の安宿を取ったんですよ。そしたらですね、これはやられた。全然、オンライントラベルエージェンシーのアプリ上に、記載されている住所が全然正しくなくて、マップだと空港から歩いて行けるぐらいのところだったんですけど、実際全然そんなとこなくてですね、その住所にたどり着いたらホテルなんか何もなくて、一体どうなってんだと思って空港戻っていろんな人に助けてもらいながら結局タクシーで来たんですけど、タクシーで10分ぐらいかかってるから全然10分ちょっとかかったから歩ける距離じゃないですよね、なかなか。てか住所が違うとは無駄に疲れました。いややっぱこんな年になってですね、数千円の安宿に泊まるべきではないですね。めちゃくちゃ痛感しました。いや、もしかしたらお湯が出ない系かなと思って今ちょっとお湯は出してみたんですけど、お湯はなんとか出ますね。いや疲れた。いや、なんか若い時はこういう旅が楽しかったですけど年取るとあんま楽しくないですね。単純に疲れたと思っちゃった。いやワンメーターサンシャインとかいうホテルなんですけども、英語だと誰も通じないからなんかいろいろ検索して中国語のホテル名を探し当てて、それでなんとか来たって感じですね。
刀削麺の店に入ってみました。めちゃくちゃうまそうですね。これ鶏肉の刀削麺だそうです。いただきます。マーラーが効いてて美味しい。いやー、寒すぎてあったかいもん食いたくなっちゃいましたね、最後の夜だから。おー、柔らかい。日本の刀削麺よりもあんまりコシがないですね。柔らかいです。まあ日本人コシが好きだから麺料理何でも固めにしちゃいますもんね。どっちかというともうちょっと柔らかいグレッとした感じの麺です、これは。美味しい。いや、寒さで手がかじかんで、今マイナス何度だろう。7度ぐらいか。やっぱ寒いですね、ちょっとね。いやなんで刀削麺を食べてるかと言いますと、ホテルの近くにちょっとした屋台街があって、そこに刀削麺があったから入ったんですけど、日本だとシーアンっていうと刀削麺が有名ですよね。そういう名前のチェーン店がありますし、刀削麺イコールシーアンの料理って思ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、僕刀削麺好きだから日本でもよく食べるんですけど、刀削麺って本当はこのシアンがある陝西省の隣の山西省の食べ物なんですよね。発祥の地は隣の省なんですよね、本当は。うまい。本当うまい。でもまあ食の都っていうとやっぱり、福建省とかも有名だし広東とかも有名ですけど、やっぱ西安が有名ですよね。だから隣の省の食べ物というか西安の食べ物っていうイメージが結構日本では強いんじゃないかなと思います。うまい。この気温で食うとうまさ倍増ですね。唐辛子入れてさらにうまく感じる。いやというわけで、中国の鉄道の旅も12日目かな、これで終わりさせていただきます。明日も早朝から西安から日本に帰ります。ありがとうございました。